さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとバターも卵も入らないし、しかもこねない食パン、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これパウンド型ですね。これでやっていきます。で、内側はバターとかちょっと塗っといた方がいいんですけど、今日はバターを使わないって言ってるのでオリーブオイル塗っときます。焼いた時に生地が綺麗に剥がれるようにですね、バターとかでも全然いいんですよ。サラダ油でも全然いいと思います。僕嫌いなんでオリーブオイルを今日は塗ってます。そこも薄く塗っといてください。これで準備 OK です。はい、これ材料のお水とこれ生クリームですね。これ一緒にして600ワットで1分加熱してください。これ生クリームがなくてもう牛乳にしたいわっていう場合があると思うんですけど、牛乳にしちゃうとちょっと硬くなっちゃいます、生地が。で、牛乳にするぐらいだったらお水にしてください。その方がちょっと味気ない感じですけどうまくできると思います。これラップして温めます。はい、これ材料なんですけど、粉の部分にココア入れちゃいます。で、ちょっといつもふるってって3回ふるいなさいって言ってるんですけど、これ今日パンだし、お家でちょっとこう手抜きにやってもらいたいのでこのままいっちゃいます。全然仕上がりに問題はないです。で、お塩ですね。お塩ちょっと端っこに入れます。で、イーストと砂糖なんですけど、これちょっと事前に一緒にしてもらって、でこうやってちょっと混ぜて、でお塩この辺に入れたんですけど、お塩から離してください。塩とイーストくっついちゃうとちょっと発酵が弱くなっちゃうので離しといて、でこれを混ぜていきます。はい、こんな感じですね。で、さっき温めた液体をここに入れていきたいと思います。はい、これ液体ですね。入れます。で、まだちょっとあったかいぐらい、冷たいと困っちゃうので混ざんないんですけど、ちょっとあったかいぐらいで入れてください。熱くても大丈夫です。で、粉をこの水分に吸わせてるような感じ、もうこねなくていいですからね。はい、これ水分が完全に入った感じ、もう全然ただ混ぜただけです。そしたら材料のチョコレートなんですけど、これ600ワットで30秒何回かに分けて溶かしたやつですね。で、このチョコレートを入れます。真ん中に入れてるのは、要は混ぜやすくしたいがために入れてます。はい、これ今ミルクチョコ入ったんですけど、これをこう周りからこう生地をちょっと持ってきて中にこう折っていく感じ。そうすると勝手に馴染んでいきます。で、ミルクチョコレートって粉乳が入ってるんですね。カカオの固形分のところに粉乳が入ってるんで、ちょっとミルクパン作ってるみたいな感じで風味がつきます。それにチョコレート分ですね。なんでビターチョコレートで作るとちょっと硬くなりすぎちゃうかもしれないです。その場合はココア抜いたりするんですけど、ほら混ざってきました。要は今ミルクチョコを中に練り込んでるような感じです。全然見えなくなったら終わりで OK です。はい、混ざったんですけど見てください。こんな感じですね。ミルクチョコはもうないです。で、これをこのまんまこのボウルにちょっとなるべく真ん中に寄せ集めて、これを発酵させたいと思います。はい、これ発酵させた生地なんですけど、これちょっと配合外の打ち粉みたいな感じですね。ここに生地を開けてもらって、で手にもちょっとつけて、でこれパウンド型なんですけど、だいたいこれぐらいの幅でちょっと伸ばしてほしくて、これ最初はこう発酵してるガスを抜いてる感じです。もう全然気にせず、もう手でも伸ばせちゃうぐらい。で、これも100円ショップとかでも売ってるんで、もし手やりづらかったらこうやって綿棒を使うとより簡単です。で、これぐらいまで伸びたらここにちょっとチョコレートを置いていきたいと思います。はい、これ生地のところにこれチョコですね。刻む必要もないので
入れてください。端っこまでしっかり。だからここにチョコじゃないやつ入れたっていいんですよ。なんだろう、ナッツとかジャムとか巻いてもいいし、まあでもチョコが美味しいですけどね、今回は。好きなのやってください。お菓子入れてもいいです。あんまり水分がないものの方がいいと思います。これちょっとね、案外端っこも結構重要なんで、はい、これを巻いていきたいと思います。はい、こうやって型に入ったら湯煎して倍のサイズに膨らむぐらいまで発酵させたいと思います。はい、これ湯煎用意してもらって直接入れちゃいます。浸ってる感じですね。で、濡れ布巾かラップをしてもらってこれをそのまま発酵させていきたいと思います。はい、これぐらい発酵したらこれで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。いい感じです。さあ、ありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。見てください、めちゃくちゃふわふわですよ。全然これでいいですよ。もうこねる必要ない。しかもちょっと高級な味がするね。やっぱチョコいっぱい入れた方がいいと思います。あとこれちょっと言ってなかったんですけど、これねラップしてたんですよ、焼き上がり。そうした方が多分ちょっとこう中までふわっとしっとりするかもしれないです。カリッとしたのが好きだったらそのままでもいいですけど。さあ、これポイントのおさらいですね。ポイントはもう全部言い尽くしたんですけど、これ混ぜすぎちゃっても全然いいし、発酵させて発酵が失敗してもう大きくなっちゃっても全然気にしないで皆さん焼いてください。そうすれば必ずこうふわっとしっとりとしたパンが焼けますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。